私たちのほとんどにとって考えることは少なくとも多少不快なものです。可能であれば、それを避けようとします。例えば、この人たちに地球が太陽の周りを回るのにどれくらいの時間がかかるかを聞きました。どう思う？兄弟？ 24 時間じゃない？もちろん1日だよね。あるいは、この問題を考えてみてください。015、これは何千人もの大学生に出された問題です。あなたはおもちゃ屋に行きます。そこにはおもちゃのバットとおもちゃのボールがあります。23、2つ合わせて $1.10 です。そしてバットはボールより$1高い。ボールはいくらでしょうか？ 0.31 10セント。みんな間違ってるよね。答えは何ですか？少し考えてみると、ボールが10セントではありえないことは明らかです。もしそうなら、バットは $1.10 で、レオンジに2つ合わせて $1.20 になります。レオンジ正解は5セントです。これらの質問のポイントは、難しいということではありません。これらの人々は誰でもすぐに答えを確認できたはずです。問題は彼らが確認しなかったことです。なぜなら、考えることは不快だからです。税59、努力が必要です。1英語。地球が太陽を1日で回るわけないよ。199、1年ぐらいかかるんだよ。今、これらのミスを単に愚かさに返するのは簡単で、あなたがずっと賢いのでそんな罠にかかることは決してないと信じるかもしれません。でも、その場合は自分を騙していることになります。これらの例は私たちの思考における盲点を示していると思います。それは私たちの脳の基本的な働き方によるものです。脳の働きをモデル化する一つの方法は、脳の中に2つのシステムがあると考えることです。心理学者たちはそれをシステム1とシステム2と呼びますが、キャラクターとして考えるのが便利かもしれません。だからシステム1をガン、システム2をドリューと呼びましょう。あなたはドリューです。彼はあなたの意識的な思考、つまり頭の中の声を表しています。私はあなたが思う自分です。彼は指示に従うことができ、一連のステップを実行することができます。例えば13、17を頭の中で計算するように頼まれた場合、ドリューがそれを行わなければなりません。計算機を使ってもいい？いいえ。では、17× ドリューは怠惰で彼に何かをさせるには努力が必要ですし、彼は遅いですが彼は慎重でミスを見つけて修正することができます。次にシステム1、ガンと出会いましょう。彼は非常に早いです。常に大量の情報を感覚を通して処理しているからです。彼は関連する部分を選び、残り、つまりほとんどの部分を捨てます。彼は自動的に働き、あなたであるドリューが彼が何をしているのかを意識的に知ることはありません。例えば、あなたがテキストを見つけたとき、彼はそれを読む前に、あなたがそれを読みたいかどうかを決める前にすでに読んでいます。ガンは空白を埋めます。例えば、これには何と書いてありますか？ The の H と cat の A が実際には同じシンボルであることに気づきましたか？でも、ガンが自動的に正しく行ったので、あなたは問題なくそれを読めたのです。したがって、ドリューがガンが何をしているのかを認識していないにもかかわらず、ガンの知覚があなたの意識的な思考の基礎となります。私が考えるには、これらのキャラクターはそれぞれあなたの主要な記憶構造の一つに関連しています。ガンの自動的な反応は、あなたが生涯にわたって積み重ねてきた経験のライブラリーである長期記憶によって可能になります。一方、ドリューは完全に作業記憶内に存在しているため、一度に4つか5つの新しい情報しか保持できません。これは心理学で最もよく知られている発見の一つかもしれません。新しい情報を保持して操作する能力は非常に限られており、ランダムな数字の列を覚えようとするときなどです。6、7、5、5、3、1。はい。しかし、情報が私たちにとって馴染みがある場合、これらの制限を克服することができます。例えば、4つのランダムな数字、7、1、2をお見せしましょう。これらは通常、記憶するために作業記憶のほとんどを占めますが、もしこれを逆にすると、2017となり、今では1つのもの、現在の年になります。事前の知識に基づいて物事をグループ化するプロセスは、チャンク化と呼ばれ、実際には作業記憶の中で4つか5つのチャンクを同時に保持することができます。チャンクが大きいほど、一度により多くの情報を積極的に操作することができます。より大きなチャンクを構築するプロセスは、情報を長期記憶に保存し、さらに接続することで、基本的にドゥルーからガンへのタスクの引き渡しを行います。しかし、これが実現するためには、ドゥルーがまず情報に対して積極的かつ努力して関わる必要があり、しばしば複数回行う必要があります。例えば、靴紐を結ぶことを初めて学んでいたとき、次に何をすべきかを思い出すために、おそらく因を踏んだフレーズを繰り返していたでしょう。このプロセスで全ての作業記憶を使い果たしていたかもしれません。しかし何度も繰り返すことでそれは徐々に自動化され、つまりドゥルーはもう考える必要がなくなり、ガンがそれを引き受けるようになります。ミュージシャンやスポーツ選手はこれを筋肉の記憶と呼びますが、もちろん記憶は筋肉にはなく脳内にあり、ガンによって制御されています。すべてをそのまま書かれている通りに練習することができ、ただしその速度で自分がどこにいるのか、指が何をしているのか、どのように感じるのかを正確に考えて知る必要があります。
ゆっくりと意図的に意識的な練習を十分に繰り返すことで、これが実現します。99%の確率で超人的な能力と思われるものは、実際にはDoの綿密で意図的な練習によって身につけたガンの驚異的な自動化スキルの結果です。面白いことに、誰かを観察するだけで、ドゥルーがどれだけ一生懸命に働いているかを見ることができます。これを試してみてください。4つの数字をお見せしますので、大きな声でそれらを読み上げてください。その後、200語に各数字に1を追加して、拍に合わせて数字を繰り返してください。例えば、7291は8302となるべきです。これを1を追加するタスクと呼び、ドゥルーはこの数字を記憶に留めながら操作を行います。数字を拍に合わせて繰り返すことが重要です。これを試してみてください。1の代わりに3を追加してみてください。準備はいいですか？あなたが気づいていないのは、このタスクを実行している間にトンコが拡張していることです。ドゥルーがこのタスクのように一生懸命に働いているとき、あなたには生理的な反応が見られます。心拍数の増加、発汗、トンコの拡張などです。参加者が1を追加すると3を追加するタスクを実行しているとき、トンコがどのように拡張するかを観察してください。4、92508-3。素晴らしい。よくできました。これは多くの思考を要すると言っていますが、そうです。それが目的です。6、9、1、6、7、0、7。この研究が最初に行われたとき、研究者たちは驚くべき観察をしました。参加者がタスクに取り組んでいないとき、単に実験者とおしゃべりしているだけのとき、鈍行は全く拡張しませんでした。これは1を追加すると3を追加するタスクがシステム2にとって特に疲れるものであり、日常生活のほとんどが Do にとっての散歩であり、ほとんどのタスクががんによって自動的に処理されていることを示しています。私たちが大部分の生活をリラックスして過ごすのと同じように、私たちの脳もその時間の大部分を精神的に同じことをしています。そしてこれが悪いことのように聞こえることを望んでいるわけではありません。これが脳がリソースを最も効果的に使うために進化した方法です。繰り返しのタスクのために自動的な方法を開発し、ドゥルーの限られた能力を本当に注意が必要なことに残しておきますが、いくつかの状況では混乱が生じる可能性があります。例えば、2004年にオーストラリアに移住したとき、初に学んだことの一つは、ライトをつけるにはスイッチを下に引くということでした。カナダで育った間、ガンは上がオンを意味する自動化をしていたので、下がオーストラリアでオンを意味することをドゥルーがどれだけよく知っていたとしても、私は何年も部屋に入るときにライトを消し、出るときに消けていました。デスティンが逆転したハンドル付きの自転車に乗ることを学ぶのに数ヶ月かかり、自動化された習慣を克服した後、普通の自転車に戻ることができませんでした。ガンとドゥを理解することは、バットとボールの質問での誤りも説明します。最初に重要な情報を認識したのは、ガンで、バットとボールが合わせて1ドル10セントであり、バットがボールより高いので、ボールはガン10セント、10セント。ガンは自動的に答えを出しました。一方、ドゥルーはその答えがガンから来たことを意識的に認識せず、その考えを確認することなく指示しました。結局、答えは合理的に思えたし、ドゥルーは怠惰です。では、どうやってドゥルーにもっと働かせるか？研究者たちは少なくとも一つの方法を見つけました。彼らがバット、ボール問題を含むはっきりと印刷されたテストを新入生に配布したところ、85%が少なくとも一つの誤りを犯しましたが、テストが読みづらいフォントで印刷され、コントラストが悪いと、エラー率が35%に減少しました。読みづらいテストは、より多くの正しい回答をもたらし、その説明は簡単です。ガンがすぐに答えに飛びつけないため、ドゥルーにタスクを渡し、ドゥルーが正しい答えを見つけるために必要な精神的な努力を投資します。何かが混乱しているとき、ドゥルーはより一生懸命に働き、ドゥルーがより一生懸命に働くと、正しい答えにたどり着きやすくなり、経験を覚えることができます。これは、広告業界が知っていて、自分たちの利益のために利用していることだと思います。数年前、またオーストラリアで、私はアンと書かれた大きな看板を見ました。ロゴもなく、それが何を意味するのか全く示されていませんでした。これは広告の基本原則、つまり製品が何をするのか、競合他社よりもどう優れているのかを示し、明確なブランディングや覚えやすいジングルを使うということに反しているように見えました。通常、広告の目的はメッセージをできるだけ簡単に理解できるようにすることです。そうすれば、ドリューがあまり苦労する必要はありません。しかし、今日の多くの効果的な広告を見てみると、より混乱させるように変わっていることがわかります。アンキャンペーンがシドニー中に展開されると、私はバス停にこのような広告を目にしました。アンの説明です。アンにはストレスがなく、ただアンストレスがあります。
面倒もなくアンハッスルがあるのです。アンではやったことを取り消すことができ、窓を開けたまま洗車機を通過したり、息子とその友達の前でブレイクダンスをやり直すこともできます。アンはリラックスした非現実的な生活をもたらします。して人生を楽しみ、今を生きるのです。心配しないでください。アンワリーできます。これが何の広告か推測できますか？実はこれは保険の広告でした。広告があらゆる場所にある今、ガンはそれをフィルタリングすることに熟練しています。それは自動的に行われます。もしまた保険の広告を見たとしても、私は二度と気に留めなかったでしょう。しかし、意味をなさないもの。それはガンが処理できないものであり、彼はそれをドリューに渡します。同じ気づきが教育にも起こっています。長い間、支配的な教え方だった講義は今、衰退しています。古い広告の形と同じように、それらは無視されやすく、特に科学の講義では多くの新しい情報が提示され、ドリューの能力を超えてしまうことがよくあります。彼がその情報を大きなチャンクに分けるための十分な容量を持っていないからです。講義の代わりに、大学ではワークショップやピアインストラクション、仲間との学び合い、そして学生がただ聞いてノートを取るだけでなく、もっと多くの質問をしたり、もっと多くの作業をさせられる形式を導入しています。これによってドリューがもっと一生懸命働かざるを得なくなるのは間違いありません。これはいいことです。なぜなら、学習はこうして行われるからです。しかし、多くの学生はこれを嫌がります。それはもっと努力が必要だからです。祖父、あから立ち上がって運動するのが難しいのと同じように、ドリューに全力を尽くさせるのも難しいのです。人がすでに知っていることをする魅力があります。音楽家がガンがすでに自動化した慣れ親しんだ同じ曲を演奏すること心地よく、いい音に聞こえます。何も学ばずに理解したかのような感覚を与える動画を見ることも。常に GPS を使って運転すれば、道に迷うことはありませんが、道を覚えることもありません。本当に何かを学び、上達したいのであれば、そして専門家になるチャンスが欲しいのであれば、不快に感じることを厭わない覚悟が必要です。なぜなら、考えることには努力が伴い、混乱を乗り越えることが含まれているからです。そして私たちのほとんどにとって、それは少なくとも多少の不快感を伴うものです。